Hi guys! Welcome to Bon Ai Bon Japanese Sweets. My name is Ai, Japanese pastry chef from Tokyo, currently based in Sweden. Today, I am show you guys how to make shoe cream. 皆さんこんにちは。Bon Ai Bon Japanese Sweets Ai です。今日は日本のお菓子の定番、シュークリームの作り方をご紹介いたします。シュークリームは日本のケーキ屋さんならどこに行ってもショーケースに並んでいるような定番中の定番のお菓子です。スウェーデンにはパッと見の形がシュークリームにそっくりなセムラというお菓子があるのでよく勘違いをされますが、形以外は全く似ていません。今日のレシピは私がスウェーデンで出版した日本のお菓子の本にも掲載されています。それではシュー生地を焼いていきます。まず先にトレイの準備をします。手軽なベーキングペーパーを使いたいところですが、メーカーにもよりますが、剥離性の高いペーパーはシューの生地が滑ってしまい、上に高く膨らむことができず、しぼんだ形に焼ける失敗の原因の一つになることがあります。そこでいろいろ試した結果、落ち着いているのはトレイにバターを塗り、小麦粉をまぶすという方法です。オーブンは220度に予熱しておきます。中力粉 50g をふるっておきます。卵とバターは常温に戻しておきます。絞り出し袋には 12mm の丸口金をセットしておきます。霧吹きに水を入れておきます。レシピではお水ですが、これを牛乳に置き換えるとパリッとした皮の仕上がりになります。お鍋の中にお水、バター、塩、一つまみを入れます。鍋はテフロン加工のものは避けてください。弱火にかけます。バターが溶けて沸騰してきたら火から下ろします。小麦粉をふるいながら加え、ヘラでひとまとまりになるまで混ぜます。もう一度火にかけ、生地を炒めるように混ぜながら加熱します。お鍋の底に膜のようなものができたら加熱終了です。生地をボウルの中に移します。生地がまだ温かいうちに卵を加えていきます。卵3つをボウルの中に溶きほぐします。一気に入れるのではなく、まずは卵1つ分を加えます。ホイッパーで混ぜていると、最初のうちは分離しているように見えますが、あるところでぐっと生地がつながります。2回目の卵を加えます。卵1つ分ぐらいを加えて混ぜます。生地がつながってきたら最後にまた卵を加えますが、入れすぎないように注意してください。まずは少しだけ加えて生地の硬さを見ながら調節していきます。目安はヘラで持ち上げた時に生地がゆっくりと垂れ落ちて三角形の形が残るぐらいです。ちょうどいい硬さまで卵を加えたら残りの卵は入れないようにしましょう。用意したオーブントレイに間隔を空けて10個分絞っていきます。絞り出し袋は空気を入れないように気をつけ、上部をねじってピンと張った状態を保ちます。利き手で上部を握って押し出す分量を調節します。反対側の手は添えるだけです。力は入れてはいけません。口金はオーブントレイから浮かせて垂直な角度で固定し、1箇所から押し出すように丸を絞ります。口金から生地を離すときだけ口金をくるくるっと回して生地を切ります。大きく膨らむのでくっつかないように十分な間隔を空けてください。溶き卵を表面に塗ります。このままでも良いのですが、今日は食感のアクセントにスウェーデンのパールシュガーを上にトッピングします。アーモンドダイスなどでも美味しいですよ。口金の跡などが生地に残っている場合は
濡らしたフォークで押さえてください。霧吹きをしてオーブンに入れます。温度を200度に下げ、中暖で10分焼きます。焼き上がるまでオーブンの扉は絶対に開けないでください。しぼんでしまいます。温度を180度に下げ、さらに15分から20分焼きます。オーブンの窓を開けずに覗いてみて、生地に入った亀裂の部分にまで焼き色がついていたら焼き上がりです。すぐに取り出さず、オーブンの火を消したまま、庫内に10分置いて中までしっかり乾燥させます。シュークリームの皮を焼いている間に、中身のカスタードクリームを炊きましょう。材料をあらかじめ計量します。卵を割って黄身だけを取り出し量ります。牛乳は鍋に入れます。バニラビーンズは鞘に縦に切り込みを入れ、ナイフの背を使ってしごき、中身を取り出します。中身は卵黄のボウルに入れ、鞘は牛乳と一緒に煮て香りを移します。牛乳を火にかけます。卵黄を軽く溶きほぐし、砂糖を加えてすり混ぜます。砂糖が溶けて少し白っぽくなってきたらコーンスターチをふるい入れます。粉気がなくなるまで混ぜます。牛乳から湯気が上がってきたら火から下ろします。卵黄を混ぜながら少しずつ牛乳を加えます。バニラの鞘は取り出します。私はこのバニラの鞘をよく洗って乾かした後でシュガーポットに入れています。何本か溜まってきたら砂糖と一緒にブレンダーで粉砕して自家製のバニラシュガーを作っています。カスタードに戻ります。液体をこしながら鍋に戻し入れます。火にかけてホイッパーで絶えず鍋底を混ぜながら炊いていきます。カスタード作りに慣れている場合は強火で短時間で炊くことができますが、慣れないうちは弱めの火加減で炊いた方が失敗がありません。ただし時間はその分長くかかります。一度火にかけたら最後まで絶対に手を休めてはいけませんよ。クリームを焦がさないように鍋の中心と鍋の外側を常に同じテンポでホイッパーを当てていきます。真ん中、外側、真ん中、外側、真ん中、外側。最初のうちはゆっくり混ぜていても大丈夫ですが、ある程度とろみがついてきたら速度を上げなくてはいけませんし、クリームの粘度も上がって手応えが重たくなってきます。なのであまり最初から張り切って激しく混ぜてしまうと最後まで体力が持たなくなるので、そのことも考慮して体力の配分をしましょう。マラソンみたいですね。クリームにとろみがついてからしばらく炊いて、ツヤが出てきたら炊き上がりです。お疲れ様でした。火から下ろしてバターを加えて溶かします。鍋に残った余熱で焦げることがあるので、まだまだ予断はできません。バターが溶けたらすぐに新しいボウルに移しましょう。ゆっくり冷ますと雑菌が繁殖しやすいので、氷を使って素早く冷まします。空気に触れるとカスタードの表面に膜が張ってしまうので、ラップはクリームにぴったりと密着するように貼り付けます。大きいボウルと小さいボウルに氷水を入れ、カスタードのボウルをサンドするように上下から氷を当てて冷まします。シューが焼き上がりました。亀裂の中までしっかり焼き色がついています。しっかり冷まします。クリームの準備をします。生クリームに砂糖を加えて、氷水を当てて冷やしながら泡立てます。しっかり冷えたカスタードはボウルから簡単に剥がれます。もしもカスタードが柔らかすぎてボウルにベタベタと張り付いていたら、それは炊きが甘いことを意味しています。カスタードは一旦裏ごすとより滑らかな舌触りになります。ほぐしたカスタードに泡立てた生クリームを加えて混ぜます。
直径約14ミリの丸口金をセットした絞り袋にクリームを詰めます。シューが天板に張り付いていたら、パレットナイフで優しく剥がしましょう。シューの皮の、上の部分を切り取ります。クリームをたっぷり詰めるために、シューの内側の膜を押し広げます。クリームをたっぷり絞ります。斜めに蓋をかぶせて、粉糖を振ったら完成です。それでは美味しいシュークリームができたので、出来たてのシュークリームを食べてみたいと思います。じゃーん。いただきます。カスタードクリームがたっぷり入っていて、バニラがしっかり効いていて、すごく美味しいです。カスタードクリームはお菓子の基本で、他のお菓子にもよく使われるので、ぜひ作り方を覚えてシュークリーム作ってみてください。このチャンネルでは他にも海外の材料で作る日本のお菓子をご紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンやコメントで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you next video! バイバイ!